今のって CB750K0 なんですけど、ちょっといろんなパーツいろいろ入っちゃったりするんですけど、エンジンとフレームが0の0ってことで許してほしいなと思いながら、一応弟のブルーの方が初期型0の金型になってからの初期型で、僕の方が0の、ちょっと金型になってからの後期型の方なんですけど、ほとんど見栄えに差はないんですけど、一応乗り出したのが29の時なんで、もう今から何年前だ、7年ぐらい前ですかね。だから30歳アニバーサリーになる前の前夜祭として買うみたいなので一応買って、それまではもう全然もっと速いヤマハの R6 って乗ってて、で弟が GSXR の600に乗ってて、大体こう昔からこうなんすかね、排気量合わせてちょっとメーカー違いみたいな、弟が CB1000 スーパーフォア乗って、僕が XJR の1200乗ってみたいな。でその次にこうヤマハのレーサーレプリカ行ってみたいな。で最終的には同じの乗るかみたいな話になって、その方が面白いんじゃないかみたいなのもあって、で一緒に色違い買ってみたいな。で今に至って、買った当時結構、旧車のよくあるトラブルにあって、でちょっとずつこう直しながら、もう今普通に日常でも使えるぐらいに乗れるようになってるかなっていうとこですね。きっかけは何だったんですかね多分結構僕岐阜出身なんですけど、岐阜とか愛知ってかなり CB 多いんですよ実は。白いタンクにしてみたいな人がいたりして、別にその憧れてたわけじゃないんですけど、なんとなくその排気音っていうかマフラー音がこう頭の中に残ってて、なんか気になるなっていうのでこう調べ出したら、なんかどんどん多分 CB 好きになっていって、で気づいたらもう買いに行ってたって感じですかね。でみんな結構本当に好きな人は、向こう特有のなんだったっけ、フジヘルっていうヘルメットかぶって、赤いそれこそバンドスイングトップとか着たりとかして、本当70年代ルックみたいな感じで乗ってる人が結構いたりして、僕も完全普段着状態なんですけど、今日はやめたんですけど、普段も短パンに乗ったりするぐらいでもうなんかその辺ちょっと走る、あんま肩肘張らない旧車乗りみたいな感じでやってるんですけど。カスタムはなんかエンジン壊れちゃったとかってあったんで、その時にちょっとハイカム組んだりポアアップしたり、あとなんだろうな、そうだやったり、あとだんだんいろいろ、やっぱ50年前なんでキャブもいかれちゃって、どうせなもういいやっていうのでもう CR に変えちゃったりとかしてでやってたって感じですかね。僕は赤い CB 乗ってる人の、双子の弟っていう立場ですね。で自分は青い CB の、同じ年式の1970年の、CB7 班乗ってます。で、基本的にカスタムしてあるのはもう、集合管にしてあるだけで、その集合管も、当時ものとかそういうわけじゃなくて、いつもお世話になってるショップのオリジナルでやってるやつなんですけど、基本的に吉村のコピー品というか、ああいうやつになってるんで、基本的にはあんま変わんないっていう話です。結構旧車乗りの中では有名なコレクターのじいちゃんがいて、その人から買ったら結構大変だったなみたいな
だからそうですね、初めエンジンオーバーホールしてあるよ調子いいよとか言って結局乗ったんですけど、エンジンかけてスタートしようとするともう回転がフラフラフラって落ちて全然スタートできないみたいな。で弟のブルーの方はなんか異音がして、で買って1週間後にもう店に行こうって言って、実際港北に CB 専門店があるんですよ。そこにもう初めて持っていくことにして、で2台で持って行ったらその店主がここもダメあそこもダメ、もうダメだダメだダメだみたいな感じでってなったら、最終的にはブルーの方はもう置いていけって言ったんですよね。なんかエンジンの異音がすごすぎてこれやばいぞって言って、ですぐに入院してもうエンジン速攻オーバーホールして、まあまあお金かかりましたね、そういう意味じゃ。もう一緒に苦労しました。で、最初に僕の方がひどいっていうので、置いて帰れって言われて、もう、金額の話もされた時に、ちょっと、なんですかね、僕は誘われて乗った方なんで、一緒に乗らないかと言われたんで、買って、そんなになんですかね、こんな風になると思ってなかったんですけど、思った以上にレストアってちょっとお金かかるなっていうので、港北からちょっと家の方まで16キロぐらい歩いて帰ってこないんですけどちょっと考えすぎてもう預けて、でもうやるって決めたんですけど、なんかそのままなんか電車乗って帰る気になれなくて、なんか2人で歩いて帰った思い出がありますねけど、エンジン直したり、その他、不具合直したりするので、100万近く、100万ぐらいかかりましたね。でその代わりその本体だけがK0 として、コレクターから譲ってもらったんで、その分安かったんで、いいベース車買ったねって、お店の人には言ってもらったんですけど、トータルで言ったらそこら辺で売ってるやつよりはちょっと安かったんですけど。長い目で見れば、そう良かったかなっていうこっちは2台でも70年、多分69年の本当の後半に出たいわゆる砂型ってやつは、やっぱまあまあ高いんで、そこまでのあれですかね、僕らパワーがなかったですねその時多分ちょっと分かんないですけど、CB のりかなりマニアな人いるんで、あれこう違うねみたいな、結構そうやって言ってくれる人いるんですよけど楽しく乗れたらいいなと思ってるんで、あともうここまで結構もうだから7年ぐらい一緒にやってきたんで、あんまり手放す気にもなれないし、なんすかね、結構楽しい感じでやってますね。CB 出してるお店の人も7班でレースやったりとか、結局レジェンド・オブ・クラシックっていうそのレースの旧車のレースの団体というかあって、年4回やるんですけど、大体つくば富士つくばつくばみたいな感じでやるんですけど、その7班出してるところの人が出てて、でちょっと楽しそうだから何回か見に行ったりして、そしたらいろんな知り合いができて、でもうちょっと小型のバイクでレースやってる方がいて、その人にバイクなんかベース何がいいっすかねみたいな話したら、ブリヂストンがいいんじゃないかと。そのベースとしてはまあまあ安いし、相当昔早かったからっていうので、でもその翌週にブリヂストンを結構都内で扱ってるとこあるので、そこの門を叩いてレースやりたいんでちょっと売ってほしいんですけどって言って、で作り出したのがきっかけで、それが大体30ぐらいですかね。でレースやりだして、けどそんな根詰めてやってるっていうよりは、ちょっと細くなるとりあえずやっていこうみたいなですね今やってまして、あとはなんかそういうつながりでカブのレースとかも出たりして、それは、初期型カブの64年までみたいなやつしか出れないやつなんですけど、一応
それで普通にスプリントと耐久やったりとかして、結構こう大人のなんすかね、運動会じゃないんですけど、結構僕らまだ最年少の方なんですけど、その中では結構みんな大人がすごい頑張って早くやるぜって結構面白いことやってるんですよね。前半撮っていただいたそのブリヂストンもなんだっけな、それのテストライダーやってる人がそれでお知り合いになれて、それでは結構パーツいっぱい持ってたりとかして、でなんかそのスクランブラー作る時にパーツがないっていうのがあったりとかしたら、おこれやるよみたいなやつでちょっといただいたりとか、それつながりでその当時のそのキットパーツとかを譲ってくれる方いて、でその人のおかげでこうスクランブラーができたりとか、あと僕の持ってるのがノーマルの方のトレイルって本なんですけど、ああいうのも結構純正パーツとかまだ残ってたりするのがあったんで、そういうので組んでもらってで走ってるって感じですかね。あれも2台とも一応64年ですかね。なんかカブもそうですけど、なんか64年がかなりいっぱいあって、両方とも一応64年かな、ブリヂストン自体は。けど1964年のバイクとかそこら辺のやつはもうウインカーなしで手信号でこうやってた時代なんで、今現代でもそのバイクは手信号で、運転しても OK っていう一応法律になってるんで、そうですね、みんな忘れてるかもしれないですけど、手信号で対応すればなんとかなるって感じです結構僕乗る方が好きで、みんなで乗るのも好きですし、って言いながらそんな一人で乗ることはないんですけど、弟と一緒に乗ったりすることの方が多いですし、どうですかね、最近確かにこう乗る頻度減ってはないんですけど、前は本当オーバーホールから帰ってきたすぐとかは本当年間2万キロぐらい乗ったりとかして、調子よく走ってる時は楽しいですけどね。たまにこうマイナートラブルあるとやっちゃったなみたいな時ありますけど、もう今全然普通に走れますね。基本的に大きいレッカーみたいなやつはあんまりないですね。家の近所でそれこそ初めにエンジン壊れちゃった時は家の近所だったんですけど、レッカー呼んだことありましたけど、それ以来基本的にはあんまり出先で壊れて困ったみたいなやつはあんまなかったですね。僕正直そんなに自分に触れないんで、プラグ変えるぐらいですか、オイル交換ぐらいですか、下手したら。なんであとはもう正直信頼できるお店にすいませんお願いしますっていう感じでやってもらってるとこですかね。そんな乗っちゃえばそんなに一回やっちゃえばそんな大変じゃないかなっては思ってますね。大体売ってるやつってエンジン触ってなかったりとか、外見きれいにしてやるぐらいのやつが多いんで、やっぱその50年とか40年経ってると、何でも不具合出てくるので、そこだけちょっと直してあげれば普通に、僕もあと半世紀ぐらい行こうと思ってるんで不満は特にないかな。ちょこちょこ言われることもありますけど、それが僕とこの CB が歩んできた歴史じゃないですけど、やっぱり長く乗ってると不具合出たからもうパーツ変えるしかないっていうのもあったりとかして、ピカピカに当時のまま残してる人もいると思うんですけど、CB だけの集まりに行ったら多分あの辺がちげえなみたいなのは多分ありますね。
そうけど意外と違うんですよね。そうっす、意外となんかいろいろあったりとかして、まあけどマイナーチェンジでその砂型から金型になる時とかでも、K0 から1になる頃でも結構そのちょっとずつ違ったりとか、なんかいろいろありすぎて、まあ、僕も正直7年乗ってるんですけど、そこまで把握しないところもあったりして、もう初め結局国内なのか輸出仕様だったのかぐらいも分からなかったんですよ。実際これ輸出でアメリカ帰りなんですけど、なんだ国内はここにこうランプがついてたのかみたいなは割と最近知ったりとか、だからまあそんな気にせずに本当まあ CB が好きだっていう感じで乗ってますね。一番楽しい瞬間やっぱりなんすかね、まあ空いてる高速とか走ってる時とか結構楽しいですね。でまあゆっくり走っても楽しいですし、まあちょっとスピード出しても楽しいですし、まあ結構なんすかね、まあどこでもなんか遠くに連れてってくれる存在っていうか、まあそういうのでまあ移動させてくれるのがまあ楽しかったりしますね。気に入ってるのはやっぱり集合感ですかね。でまあいろんな、おじいちゃんとかとお話しする時あるんですけど、まあいろいろ話を聞くとやっぱり7班のこの4本の方がみんな好きらしいんですよ。で当時集合管に変えたのは暴走族だけだったんで、まあ、あんまり当時知ってる人は好きじゃないみたいなんですけどまあ僕は一番気に入ってるかなって感じですね。まあ一回直して、うまくいったらもう現代のバイクとあんまり変わらないなっていうところなんで、まあ CB に対してはまああんまり苦労はないんですけど、まあ昔乗ってた最新のバイクよりも、まあ、古いバイクに乗ってからの方がその友達が増えたというか、そういう同じ趣味の人がこう増えてきたんで、まあ新しいバイクでも一緒なんですけど、まあ、好きなものが一緒だと年齢関係なくて話せたりとかして、で、まあ、それで友達になれるんで、まあ、面白いツールかなとは思いますね。なんかまあ僕は結構あれなんですけど、まあ、いろんなもんが好きのうちのまあバイクでもあるんですけど、まあ、今バイクは結構一番は一番なんですけど、まあなんかあんまりこうなんですかね、なんですか、まあ、小さく捉えるというか、まあなんか結構まあ広くまあ見てるようなあれなんで、まあ、この昭和でこの時代のこの格好で古着をこれ着ないとっていうそういうタイプじゃないんで、そうですね、まあ今の現代のバイクもまあ興味あるやつあるんですけど、まあ一番やっぱまあ長く乗っていきたいのはまあ7班かなっていうところですね。まあけどまあみんなバイク乗ってもらいたいなってとこぐらいですかね、やっぱり。まあ若い人でもまあみんなやっぱりね、まあ今バイク業界もかなり厳しいところもあると思うんですけど、まあ、乗ると楽しいんで興味あったらぜひなんか、まあ車種は何でも僕もちっちゃいのから大きいのまであるんで、まあどっち乗っても楽しいですし、ちっちゃいだけで1月11日にバイクのショップさんがやってる極寒ツーリングっていうのがあるんですけど、結構20代ぐらいでカブがいたり、僕らみたいにブリヂストンいたり、セロペットって鈴木のバイクがいたりとか、まあいろいろホンダの125ぐらいの CC のやつがいたりとか、そういうので江ノ島まで行くとかっていうツーリングがあるんですけど、もうなんかちっちゃいやつだけで行ってもすごい楽しいですし、もうなんかそうですね、なんかまあ乗りたいなって思う人がいたらなんかチャレンジしてもらえたら面白いかなと思います。